皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は京都南座に来ました。3月花形歌舞伎、若手役者の女殺し油地獄、そして川将、そして正門です。楽しみですね。今日は昼夜見ます。それではまた皆さんにレポートします。行ってみましょう。レッツゴー。今桜プログラムの女殺し油地獄が終わりました。いやー、この隼人さんの与兵衛、私今まで仁左衛門さんと幸四郎さんで見たことがありますけども、隼人さんの与兵衛はその2人を超えたかもしれないというすごい最後殺しの場面はすざましい迫力でした。有名なシーンでくるくるくると小刀な刀を回して、そしてお吉和太郎さんがやってますけども、お吉の髪を掴んでお吉がずっとのけぞる、それを刺す場面があるんです。仁左衛門さんの顔でも有名なシーンですけど、本当に顔が、そこは仁左衛門さんに完全になりきってました。仁左衛門さんと同じ顔してました。この女殺し油地獄、仁左衛門さんが、監修ということもありますけども、さらに隼人さん目が三白眼、昔でいうとアランドロンのようなこの白目が多い、すごい目をして演じました。ちょっと冷静になると、まず最初10分間、口上があって、それは右近さんがこれは明るく、この女殺し油地獄のあらすじ、そしてその後の政子のあらすじの説明しました。10分間です。10分間なんで結構忙しかったです。その間に写真撮影タイムもありました。 SNS にアップしてくれと、自分のいろいろ物販の宣伝もありました。その後この女殺し地獄油地獄が始まりました。最初は、野崎参りというところで、結構そこは今までの女殺し油地獄よりもテンポよく、少し早すぎるような形で、進んだと思います。与兵衛が野坂参りで、馴染みの遊女のお菊を取り返すために、喧嘩をする。それをお吉が認めて、喧嘩で、汚れた服を縫って直してあげる。そしてお吉の旦那の菱左衛門、これ右近さんやってますけども、と子供と一緒に去る。そして与兵衛も、侍に土をかけてしまって、よろよろしながら去っていく、そんな野崎参りは、その後与兵衛の家河内屋での、父と母、そして妹とのドラマ、そして親から感動される。でもお吉の油屋に実は息子を持って、与兵衛を持って、父と母が与兵衛に渡してくれと言ってお吉のとこにやってくる。そこでの母親役の吉弥さん、良かったと思います。吉弥さんの演技、吉弥さんがその子供を思う演技、シーン、それが素晴らしかったですね。そこで、親子の情が切々と描かれたと思います。こう思う親で、その後でも金を貸してくれと与兵衛が入ってくる、お吉に迫る。
いや隼人さんのこのなんかすまなかったとすまないという自分を卑下する顔でも貸してくれと金が必要だという必死な顔、そして殺しの狂う顔、いやこのいろんなさまざまな表情の変化が見事でした。油がトク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 と流れる、その中で三味線がトゥ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 というまさに現代音楽のような不協和音を奏でる。いやー三味線素晴らしい、太夫も素晴らしい。その中で、ボロボロになりながらぐさっと刺した後笑うんですね。狂った笑いでもその後ハッと気づいてやっちまったという顔をする。いやそれで、金を胸元に入れて子供が泣く、そして犬が泣く、そんな顔を去っていく。すごい女殺し油地獄でした。若手の力を見ました。今真珠天の網島川賞が終わりました。いや奥さんも子供も2人いる神谷治兵衛という右近さんがやる男、和事のなよっとしたどうしようもない男の話です。遊女の小春に入れ上げて3年付き合って2人で心中すると約束をする。でもネタバレですけども、この神谷治兵衛女房のおさんが実は小春にそっと手紙を送って別れてくれと頼んでいたと。それで小春は治兵衛を愛しているにもかかわらずおさんのためを思って別れると、縁切りをするという話です。それを知っていると本当に切ない話ですね。その小春を和太郎さんがやってます。そしてこの小春と別れるように促しに川庄に来るお兄さん役を隼人さんがやってます。この3人の隼人さんと右近さん、この兄弟の掛け合い、結構大阪らしく、上方らしく笑いも取ります。ちょっとしつこい、鴈治郎さんを彷彿させるようなちょっと、しつこすぎるような笑いもありますけども、死ぬ死なない、別れる別れない、そんなやり取り押し問答が繰り広げられます。いや別れるための起請文を出す右近さんの治兵衛が出す。なんとそれが49枚ある。それを突っ返す。うなだれる小春和太郎さん、いや本当にうなだれてるんですよ。で出すのが嫌だと。でもそれを無理やり取る孫右衛門隼人さん、起請文がやっぱり49枚出てくる。いや本当におさんから言づかった小春の胸の内を考えると心が痛みます。いやそして右近さんが一人で、治兵衛とそして過去との小春のやり取りを再現するんですよね。右近さんが治兵衛さん死んでくれやれ、一緒に死んでくれやれっていうその右近さんのやっぱりか細い少し線の細い右近さんがそう言うと本当に、女役女方もやる右近さんなんで切ない、弱々しいか弱い
哀愁漂う雰囲気をうまく出してます。最後はお兄さんと一緒に帰ろうとする。でも一言言いたいと言ってまた治兵衛が小春のもとに行く。そして小春に3年間は何だったんだと言って叩こうとするお兄さんの隼人さんが静止する。そんなところで終わりました。いや本当に没後300年ということですけども、近松門左衛門恐るべしです。昼の女殺し油地獄、やり場のないあれも遊女に入り上げて、お金に困った男が女を殺す話。そして今度は心中天の網島はやっぱり遊女に入り上げて、家庭を破滅させていく。でもその奥さんが実はやはり治兵衛を愛していたんだっていうこの切ない物語。いや本当人間の心の中をこのえぐるような人間の業を描くような近松門左衛門、すごい作家です。本当に今回感じました。そしてそれを関西上方で聞いてよかったです。これにて終演にございます。どなた様もお忘れ物をなさいませぬようお気をつけてお帰りくださいませ。今正門が終わりました。いや海外からのお客さんも多いですね。特に正門になって増えました。いや正門、平将門の子供の滝夜叉姫対光圀ということで、本当に踊りもあればスペクタクルもの、最後屋台崩しもありましたんで、外人の方も楽しめたんじゃないでしょうか。実はこれ、午前の部午後の部両方とも正門があります。そして光圀が昼の部光圀が右近さん、夜の部光圀が隼人さんでした。それぞれ味わいが違いますけども、やはりこういう迫力のある役、バンバン見栄を決めて、パワーで押す役、これは隼人さんの方がかっこよかったと思います。そして終わり方も違いました。最後右近さんの時は、花道を去っていく。そして隼人さんは大屋根の上で、終わりました。大屋根の上で滝夜叉姫の和太郎さんがガマの上に乗って終わりました。ということで、平成生まれの役者たち、和太郎さん、右近さん、隼人さんによるこの3月花形歌舞伎、本当に楽しめました。来てよかったです。演目、正門が重なっていても、役者が違ったり、あとは近松門左衛門、300周年と没後300周年ということで、近松物をたっぷり上方で楽しむということで、こだわりのある演目でした。本当に力をつけてほしい役者たちです。ということで3月の、南座、本当に素晴らしい舞台でした。さて若手といえば、落語で、若手で頑張ってるスウェーデン人落語家三遊亭好青年さんの会、次は6月の16日に鎌倉でやります。よろしければぜひ見に来てください。鎌倉駅から徒歩5分の鎌倉児童ホームで、これは子どもたちにも分かる落語をします。新しいチャレンジです。そしていいねやチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。いいねをくださると私も力が増す。そしてぜひ南座見た方、ぜひ感想を私に教えてください。皆さん桜、松、
どっちが良かったでしょうか。ということで、また3月終わって4月の歌舞伎座から初日撮って皆さんにランキングをお伝えしますんで、ぜひよろしくお願いします。それでは歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。活気のある賑やかな京都南座から失礼します。